僕生まれたのが、アフリカのカメルーン共和国というところで、4歳になる頃に家族みんなで日本に移住をしまして、以来自分の人生のほとんど、日本育ち、関西育ちで育ってきたということで。最初日本語話せなかったけど、幼稚園、保育園幼稚園通い出して、多分ね、1年ぐらい経った頃かな。自分がだから5歳とか6歳になる前ぐらいには日本語わかるようになってて、いろんなことわかるようになって、日本っていう国に俺来てて、全然違うカメルーンっていうとこから来てて、俺だけ周りのこと違うな、みたいな。で、お父さんはこの国の人なんだな。そういうことを意識したのは5歳、6歳ぐらいかなと思うけど。総じて、外国人として、もしくはアフリカ系として、日本で生きることは大変だと思いますか？そうだね。Hi guys, this is Shun from Dari, Japan. Today's guest is Rune Hoshino. He was born in the Republic of Cameroon and moved to Japan at the age of 4 due to his parents' marriage. Today we'd like to hear about the challenges and advantages of growing up in Japan as a foreigner. In this video, the term foreigner is used strictly based on his nationality. Let's go. 簡単に自己紹介をお願いします。はい、漫画家とタレントをしてます。星野ルネと言います。僕生まれたのが、アフリカのカメルーン共和国というところで、村のすぐそばがジャングルっていう、すごいカメルーンのかなり田舎に住んでたんですけど、そこに、日本人の研究者がやってきて、マンドリルっていう猿の研究してたんですけど、でそのうちの一人が僕の母親と、結婚することになって、まだ僕その時赤ちゃんだったんだけど、連れ子っていう形で、その日本人の男性が僕のお父さんになり、で僕が3歳の頃に弟が1人生まれて、4歳になる頃に家族みんなで日本に移住をしまして、以来自分の人生のほとんど、日本育ち、関西育ちで育ってきたということで、今現在東京に住んでいて、漫画家の仕事やタレントのようなことを、やっています。赤ちゃんの頃だと思うので、特にもう記憶はないかもしれないんですけど、お父様が日本の方で、ご自身がカメルーンで生まれたっていうことに対して、初めて自我が芽生えた、なんかそこを意識したことってありましたか？物心ついたらぼんやりと日本人の男性がいて、なんか最初お母さんのボーイフレンドぐらいの感覚だったんですよ。最初は日本人のスタッフも多分たくさんいたけど、僕がもう3歳ぐらいの頃はほぼいなかった。お父さんだけが星野、みんな星野。フランス語なんで地域が。で頭文字の H を抜いて発音するから、おしのってみんな呼んでたんですよ。僕もおしのって呼んでたんですよ。お母さんとボーイフレンドのおしのって呼んでて、変わった人だな。一人だけ肌の色が違うから。で、結婚して、日本に行くことになるじゃないですか。4歳ぐらいの頃。そこが多分一番インパクトでかかった。空港降りたら、おしのだらけっていう感じ。俺からしたら、おしの以外にもこんな人いるんだみたいな感じ。その衝撃を覚えてるんですよ。うわ、黒人がほぼいないじゃないですか、日本って。おしのばっかなところがあるんだみたいなのだけ覚えてるんです。なんとなく、おぼろげにね。で、自分は、そういうところに来たんだなみたいな感覚があって、で最初日本語話せなかったけど、幼稚園、保育園幼稚園通い出して、多分ね、1年ぐらい経った頃かな。自分がだから5歳とか6歳になる前ぐらいには日本語わかるようになってて、いろんなことわかるようになって、日本っていう国に俺来てて、全然違うカメルーンっていうとこから来てて、俺だけ周りのこと違うなみたいな。でお父さんはこの国の人なんだな。そういうことを意識したのは5歳、6歳ぐらいかなと思うけど。じゃあ5歳とか6歳でそういったご自身だけちょっと特別な、周りからすると特別なアイデンティティを持たれるっていうことに、そこに何かネガティブな感情とかって持つ経験とかありました？子供の時はね、やっぱり子供って周りのことを同じでいたいでしょ。なんか違うと浮くじゃないですか。なんか例えば肌の色が違うとか、髪質がなんか天然というかね、そのパンチパーマじゃないけどパーマになってるとかっていうことを言ってくる子がいるから、それで嫌じゃないですか。そういうのが嫌だなって思いながら、自分でも自覚するんですね。自分だけ違うなみたいな。だから日本っていう国に住んで、そこに慣れてきて日本語もわかるようになってきたけど、自分だけはここと関係
ないというか、よそ者なのかなみたいなことはちょっと思ったね。一方、友達はまあいたから、友達がいたからそこはまあ救われたかなと思う。いや、そういった少し自分にも負い目がある中で、こう周りの人と友達、そういった関係を築いていくために何か心がけたこととか。まだ子供だったんで、なんか自分が頑張ろうとかっていうことは逆にそこまでしてなくて、逆に気にしないでおこうみたいな。だからあんま考えないようにしたかもね。私はアフリカから来た日本人であり、どうたらこうたらみたいなこと考えないんですよ。そんな考えをもうそもそももう持たないでおこうみたいな。あんま気にしないようにしてて。で逆に友達と遊んだりする時間をすごい思いっきり楽しんでた。だから絵を描くのが自分は割と子供の頃から得意というか、多分周りの子よりちょっと上手かったんです、絵を描くのが。で、それで周りの人が褒めてくれる。で絵が上手いね。こんな絵描いて、あんな絵描いて言ってくれるっていうことで、それで結構人気者じゃないんだけど、そこで注目してもらってたから、そうやって自分の居場所は作ったかもしれないね。じゃあもう小さい頃から好きだった、得意だった絵が、今のお仕事とかにつながってる。そうね、結果的にはそうですね。それこそ日本語はまだそんなに喋れない頃から絵は描いてたから、言葉わかんないけど、絵を描くと人が集まってくれるっていうのがあって、多分、今絵を描いてる理由も多分そこなんですよ。多分、はっきりとは言い切れないけど、なんだろう。言葉わかんないけど、絵を描いてるときは褒めてもらえるし、で、絵を描くと褒められるじゃないですか。で、褒められると嬉しいじゃないですか。だからもっと描きたいってなるじゃん。で、描くとまた上手くなるじゃないですか。で、また褒められるじゃん。っていう循環になるんですよ。だから今自分漫画家やってるけど、自分で選んだっていうか、たまたま誰かが漫画を褒めてくれたことがスタートで、その流れで気がついたら、ここにいるっていう。自分で選んだんじゃなくて、日本の子供たちが俺を漫画家化にしたって感じ。どっちかっていうとね。サッカーを褒められてれば多分サッカーやってるし、たまたま絵を褒められたから絵をやってるだけだけど、人間って誰かに求められたり評価されることが一番エネルギーになるから、意外と自分が今好きでやってることって振り返ったらあると思う。でちなみに先ほど、ご自身でもおっしゃられたように、幼少期の頃に、周りと違うというような感覚を持ったとしても、小さい子はあんまり深くまで考えない。でもだんだん成長していった中で、だんだんもっとセンシティブに考えることもあるかもしれないんですけど、成長のしていく段階で何か考え方が変わったりすることはありますか？だんだんね、大きくなってくるとね、いろんな偏見とかステレオタイプとか情報を結構みんな拾い集めていくんですよね、人間で成長するにしたら。幼稚園児はもう何もわかんない。逆に一番平等でフェアなんです。逆に知識得てくるといろんなことを覚えてくる。アフリカって言った時に、幼稚園の時は何もわかんない。ただ黒いしかわかんない。なんか違うしかわかんないけど、なんか、紛争があるとか、なんか貧困のイメージとか、ジャングルばっかりとか、そういう動物のイメージとか、どっかから持ってきたイメージを自分に言ってきたり、ぶつけてくる子が出てきて、実は自分もそのアフリカやカメルーンに対してそういうステレオタイプのイメージがあったんです。もう日本に住み始めてしばらく経ったらもうカメルーンのこと覚えてないんですよ。全然ね。だから自分もテレビとか映画とか街のポスターとかで見る、なんかね、そういう飢えてるかわいそうな子供とか、なんか貧困、病気のイメージとか、戦争、紛争のイメージとか、ネガティブなのしかなくて、あまり自分のルーツを誇れなかったし、言われたらただ落ち込むしかなかった。日本なんかでもよくあるけど、なんか肌が白くて髪がまっすぐの方がいいみたいな、そういうなんか勝手に決まってるヒエラルキーみたいな勝手にあるじゃないですか。自分その真逆言ってるから、じゃあ俺あかんやんみたいなって考えることももうそういうことも思うことも時々出てきて、幼稚園ぐらいそこまで意識することなかったけど、小学校とかに上がってくるとなんかいろんな固定観念がみんな増えてくるし、自分も社会からキャッチしちゃうから、どっちの方がいい。なんか、それこそ極端に言うと、アフリカルーツじゃなくて、ヨーロッパとかアメリカルーツだったらよかった。白人の方のルーツだったら、尊敬されたり、かっこいいって言われたり、羨ましがられるんじゃねえかな、みたいな。そういうことをね、もうちょっと思ったりするようになったんだけど、小学校の2年生ぐらいの時に、家族でカメルーンに行ったんですよ。その時に、割と衝撃で、
カメルーンに帰ってみると、自分が日本で見てたアフリカとは全然違うものがたくさんあった。もう空港に降りた瞬間、着てる人たちの服装のこのファッション、すごい色鮮やかでファッショナブルな服装に、ヘアスタイルもみんな綺麗で、音楽が流れてて、ヤシの木、バナナの木があって、綺麗な太陽があって、料理うまくて、日本で見てたアフリカのイメージと全然関係ねえな。もちろん、貧しい人もいるだろうし、行く場所に行けば貧困も、紛争もあるけど、自分の地元はそうじゃなかったから、あれこんな場所もアフリカにあるんだ。カメルーンこんな場所あるんだ。めちゃくちゃ楽しい思い出がいっぱいで、いかに普段見てるものが偏ってるかっていうことを感じて、また日本に持ってきた時には割と自信になって帰ってきて、俺のふるさと捨てたもんじゃねえぞっていう感じになって。それこそ大人になっていくにつれいろんな知識が増えていくわけじゃないですか。そういった中でやっぱり日本人って特にそういったステレオタイプだったり、偏見 もしくはこうメディアから発信される情報の操作みたいな、そういったものがあると思いますか？そうですね。メディアの影響はかなり多いんじゃないかなと。だって、アフリカに行ったことない人が、アフリカって言われて何か思い浮かべれるってことは、どっかで何かを見たってことでしょ。だって見てなければ思い浮かばないじゃん。ね。アンドロメド星って言われると何も思い浮かばない。行ったことがないし、行ったこともないから。でも、思い浮かぶってことは、アメリカって言われたら浮かぶピクチャーがあるんですよ。インドって言われたら浮かぶピクチャーがあるんですよ。で、その時に伝えるものって、一番日本人にとっておもろいもの。これ、かっこつきのおもろいなんだけど、おもろいって何かっていうと、ギャップとか、より日本とは違うとか、よりショッキングなものとか、よりインパクトがあるものがやっぱメディアで流れるから、アフリカ人って言った時に、みんなが思い浮かべるのはアスリートとか、足が速い人とか、バスケ選手とか、ミュージシャンとかを思い浮かべるけど、それが一番アフリカの中で目立ってるから。でもそれってアフリカの中でも、アフリカ系の中でも一部でしかない。ほとんどの人は平凡な普通の、別に足が速いわけでもないし、運動神経がいいわけでもない平凡な普通の人なんです。でもそこって出ないから。だからステレオタイプっていうのは、日本だけではなくて伝わりやすいんですよ。例えば外国人がなんか問題を起こすとニュースでなるじゃないですか。ね、今もいろんなニュース流れるけど、犯罪を犯したら外国人のニュースの事件って出るけど、いいことした人はニュースにならないでしょ。で、席譲ってもニュースにならないし、基本的に一部の悪い人とか、一部のネガティブな人とか、一部のインパクトがあるものだけがメディアに流れるから、僕らはメディアを通して世界を知ろうと思うと絶対偏見が増えていくんですよ。多民族国家って言われるような、例えばアメリカやヨーロッパと比べると日本はわりかしこう見た目が均一な国だから、より遠くにいるから、外国の人とか見た目の違う人って遠くにいるから、よりそのステレオタイプのインパクトを受けやすいとは思う。このチャンネルで投稿予定の動画を3つ紹介します。まず1つ目が中華料理屋を継いだ女子大生の1日密着。2つ目が日本人の韓国に対するリアクション。そして3つ目が日本で活躍するイタリア人コスプレイヤーの1日密着。このチャンネルは日本について包括的に学べるベストなチャンネルです。もしこの動画が気に入ったらいいね、チャンネル登録、シェア、ぜひお願いします。じゃあそういったもともと高校生ぐらいの時とかまで深く考えていたものが、そういった広い視点を見れるようになった。それはきっかけは、それこそカメルーンに行った時にそういった。そうね、カメルーンに帰った時はまず一つだし、その自分も日本に住んでて、日本のステレオタイプに自分も染まってたから、自分のふるさとをステレオタイプで見てて、現地に行って違うって分かって、僕はこれ、お仕事でいろんな、小学校とか中学校とか高校行って、生徒さんと話をすることがあるんですけど、その時に話すんだけど、自分が今思ってるイメージは、全体の 1% ぐらいでしかないっていうぐらいの感覚で言ってた方がいいよ。実際言ったらもう全然違う 99% の事実がいっぱい世界に散らばってるから、もう知ったつもりになるのが一番危ないってことは言ってて、やっぱりその現地に行く。その人たちに会ってみる。話してみるってやらないと全部がやっぱり正しい情報にはならないから。だからね、世界全部のことを知ることは難しいから、僕は全部を知れって言わないんですよ。全部思い込みだよってことを知ってた方がいいよって言うだけ。それを分かってれば、ちょっと疑えるじゃん。そう。世界を全部を知るのは難しいけど、入ってくる情報が、ほとんどが偏った情報っていう知識があれば、惑わされないかなっていうのは自分の考えかな。
総じて、外国人として、もしくはアフリカ系として、日本で生きることは大変だと思いますか？そうだね。そうだね。基本的にはやっぱり、もちろんこれ最終的にはもう人によるとしか言えないんだけど、はい、まだまだ大変で一言では言い切れないけど、不便なところはまだまだ多いと思う。俺は不便という言い方をする。大変かどうかその人の感じ方だから、俺はね、アフリカ人として日本で育ってて、むしろ大変な部分もあるけど、逆に俺それを逆に利用してる部分もなんだよ。要するに自分が見た目が周りと違うから覚えてもらいやすいとか、なんか仕事するときに一発で覚えてもらえるとか、日本の人が知らないような知識や情報を知ってるじゃん。アフリカ行ったことあるし、外国人の友達も割と多いから、ある意味日本人よりも有利に生きれる部分もあるんですよ。だから、不便ではある。不便ではあるけど、大変かどうかは、その人がどう日本で生きようと思ってるかっていうスタンスにも寄ってくるから、大変という言葉は僕は使わない。でもただ、不便でもあるし、理解が進んでない部分もあるから、そこは改善していった方がいいと思う。今、星野さんの日本でのバックグラウンド、そしてカメルーンでのバックグラウンド、そういったものを踏まえて、今後、そして今、どういったアプローチ、活動をされていますか？僕、アフリカ少年が日本で育った結果っていう漫画とかを書いてるんですけど、自分は一貫してやってることは、そのステレオタイプ、みんなが勘違いしてることとか、誤解してることを、実はそうじゃないんだよっていうのを、現地で行った人の目線、見てきた人の目線でみんなに伝えるっていうことをしてて、日本の言葉で目から鱗が落ちるっていうじゃん。なんかこう、今まで思い込んでたことが違うって分かった瞬間に、あ、そうだったんだみたいな、そういう日本社会の目から鱗をいっぱい、できるだけいっぱい鱗を流そうかなっていう。アフリカっていう自分の、アフリカ、カメルーンっていう視点での鱗を多めに落としていこうかなと思って漫画を描いたりとか、外国人、アフリカ系、あとは日本育ちの外国人、外国ルーツのある人に対して日本社会がまだ勘違いしていることとか、知らないこととか、そういうステレオタイプを持っていることを、いや、実はこうだよ、こうじゃないんだよっていうのをどんどん広めていって、その基本的にはコミュニケーションを円滑にしたいんですよ。日本社会のコミュニケーションを円滑にしたくて、そのためにはステレオタイプ邪魔になるから、一番思い込みとか錯覚とかが一番コミュニケーションの邪魔になるので、それを減らすような活動をしている。今後もそれを漫画でもやっていくし、漫画以外の方法でもこれからもやっていく。今後住んでる方、もしくは今住んでる方がこう日本社会適応というか、より楽しく生きるためになんかアドバイスみたいな。そうですね。やっぱり仲間を作ってほしいかなと思うかな。それは日本の人に対してもそうだし、日本に住んでる外国人に対してもそうだけど、一番仲間ができるのって遊びなんですよね。だからいろんなサッカーでもいいし、将棋でもいいし、お祭りでもいいし、イベントご飯食べるのイベントでもいいし、とにかくやっぱり自分が話せる、例えば外国人だったら同じ趣味や同じ共通の好きなことを持っている日本の仲間を見つけてほしいし、日本の人には恐れずに、なんとなく外国人って避けがちな人も多いんですけど、いざなんかきっかけ一つあって話してみると、すごい面白いし、世界広がるから、こんな友達がいることで広がる視野とか世界っていうのもあるから、そこを楽しみにして、自分の今までやったことのないチャレンジの一つとして、外国人の人が行くような場所に自分も行ってみて、ちょっとこう、自分の世界広げてみてほしいな。絶対面白いし、自分の先々の投資になるんじゃないかなと。We've been specially allowed to film him drawing manga. What kind of work are you creating now? これね、自分がもう昔から書いてるアフリカ少年が日本で育った結果っていう、オンライン漫画の、スタートの頃から書いてたけど、本としても出版されたんだけど、2018年からずっと書いてる1ページ漫画ですね。Why did you start drawing this manga? 日本の一般社会の中にあるアフリカ系の人
対する、まあ、イメージすごい偏ってるというか、すごい確率的だなってすごい、まあ、昔から思ってて、みんなが知らない、アフリカ系の日本で育っている人間の人生とか実態っていうのを知ってほしくて、まあ、自分のいろんな体験談を書き始めたんですね。日本の人があんまり普段意識してないような、ざっくり言っちゃうと日本の中の多様性に関する何かしらのこう、ちょっと偉そうな言い方になっちゃうけど、気づきを与えられたら嬉しいなみたいな。Are there any difficulties you encounter in creating your work? そうですね、基本的に伝えたいメッセージはあるんですけどね、メッセージとかは持ってるんですけど、あんまり押し付けがましくしたくなくて、読んだ人にああしてくれとかこうしてくれとか、あれはいいこれは良くないみたいなことをあんまり押し付けるような書き方をしたくなくて、まあ、バランス感覚を大事にしてるから。How do you, for example, connect with publishers and turn this into a job opportunity? こっちは自分が個人で書いてる漫画ではあるけど、お仕事として書いてる漫画としては、毎日新聞出版さんと一緒に、書いてる。アメリカ大陸から日本にやってきた、まあ、野菜や果物がありますみたいな。この中のどれがそうでしょうみたいな。実は全部がそうなんだよみたいな。っていうことで、僕ら普段食卓に上がるものばっかりじゃないですか。トウモロコシ、じゃがいも、かぼちゃ、トマトとかさつまいもとかさ、ピーマンとか。だから今僕たちの暮らし当たり前になってるけど、それはもう世界を駆け巡って今僕たちの家庭にやってきたんだよみたいな。漫画の横になんか一口メモみたいなのつくんですよ。はい、そこで新大陸っていう言葉を使いがちだけど、それって結構変な言葉だよね。っていうのはその新大陸ってその西洋人側からの視点じゃないですか。確かにそれってもともと人住んでたわけじゃないですか。はい、ってことは新大陸っていうのはなんだろう、アメリカに来た西洋人の視点でしかなくて、逆にこっちの人からしたらこっちが新大陸だよねみたいなことも一口メモで書いてて、だから片側から見た視点だけで世界の歴史を語ることの矛盾もこの漫画の一口メモで添えたりして、できるだけフラットでフェアな視点で物を見て考えられるようにして、あとはその知恵を使ってどう生きるか子供次第っていうか、そういう、スタンスは大事にしてるかなっていう。あくまで生きていくための知恵とか道具とかを提供して